どうも、田舎もんです。毎度毎度お久しぶりになってしまってね、申し訳ないですよ。前回までね、庭に転がってる廃材とか、薪棚に置くほどでもない薪とかをね、置ける場所がないかなと思ってたら、家の中にね、もう一個物置があるのを思い出しました。家の中にもう一個物置があるのを思い出すっていう日本語の意味がね、自分で喋っててよくわからんなと思ったりもするんですけども、せっかくね、こういう風に物置の方へ目が向いたので、綺麗にしていったらね、家の外だけじゃなくて、中に転がってるものたちもね、適当に押し込んでいけるなと思って、ここを片付けると結構進展が早まるのかなと思って、ぼちぼち掃除していってました。ということで、今回は前回に引き続いて、物置のね、掃除を終わらしていこうというふうに思ってます。で、ここはね、もともと足の踏み場もないぐらいゴミで溢れ返っていたんですけども、大方ね、ゴミの方は出していきまして、歩いてね、行き来できるようにはなってきました。ぶっちゃけね、ゴミ掃除ってなかなかね、テンション上がる仕事ではないんでね、だらだらやっちゃうんですけども、言っててもね、ゴミは勝手には片付いていかないんでね、自分で片付けるしかないんですよね。で、そうこうしてたら、吉田拓郎の元気ですっていうね、レコードが出てきて、これはなかなか歴史を感じますよね。で、物置入って右側の奥の方なんですけども、こちらはね、細々したものがいっぱい残ってます。ここもね、だらだらと掃除を進めていったら、またカーペンターズのこれは、グッと来る人にはグッと来るんやろなと思ってね、映像に残したんですけども、いやいや、こんなんしとったら本当に仕事進まんぞと思ってね、あかんなと思ってね、ひたすら手を動かすように心がけてはいたんですけども、また面白いもの見つけちゃいましてね、今度はこれ、斧ですね。いや、斧ってすごい惹かれるんでね、またこれ、手を止めて映像撮ってるんですけども、よくよく見たらこれね、文字が書いてあるんですよね。名前書いてあるんで、そこだけモザイク入れましたけども、元年5000円。多分ね、平成だと思うんですけどね。平成ってね、新しいようで結構もう古い話ですよね。いやいや、だからね、そんなことをしてたら本当に進まんねやっていうのをね、我に返りまして、またひたすらゴミを外へ放り出していってるんですけども。いや、本当にね、もうついつい気が散っちゃうね、この癖なんですかね、僕のね。仕事が遅い、これはゆえんですね、本当にね。そんなことね、ぼんやり思いながら、やっとね、物置入って右側の奥までね、入ってこれるようになりました。で、ここはちょっと嫌な感じでね、ネズミでもおったんかなっていう感じで、いろんな種とかがね、転がってるんですよね。で、これめくってみると、ブルーシートが出てきて、何気に僕、ブルーシートって買ったことないんですけども、多分これ買ったら1000円ぐらいしますよね。ちょっとこれは儲かったなっていう気持ちで。で、こちら、いろんな古道具ですね。ハンマーとかね、ブラシ。これは霧ですかね。ベンチとか、いろんな金具とかね、出てきて、これもね、置いといて損はないかなってことで置いとくことにしました。で、この釘ですよね。この釘がね、ちょっと変わってるのがあって、こちらなんですけどね、釘の頭がね、半分になってるやつなんですよね。あんまり見たことないですよね、こんなのね。何に使うのかもしね、ご存知の方いたら教えてほしいんですけども。これは一応置いときました。そしてこちら。結構ね、重厚な感じなんで、いいの入ってんのかなと思って出してみました。そしたら、ソケットレンチのセットですね。こちらも多分買ったらね、2000円ぐらいすると思うんで、まだこれもね、ちょっと儲かったような気持ちで、頭の中でね、2000円札がひらひら待ってますよ。この勢いでね、旧1万円札とか出てこやんかなと思ってね、いろいろ漁ってみたんですけども、現金はね、一切出てきませんでしたね。残念です。その代わりね、こんな感じの道具はまだまだ出てきますよ。こういった斧はね、使えますよね。ちょっと絵が緩いんでね、変えてあげないと危ないですけどね。こういったものも一応置いておきました。こんな感じでようやくね、荷物を出しまして、掃除をね、できる段階になってきましたよ。いやー、気持ちいいですよね、ここまで来るとね。いやー、なかなか綺麗になったぞと思ってね。振り返ってみるとですね、まだまだゴミ分別しなくちゃいけないんですけどね。表へ出てちょっと分別を始めました。そしたらですね、こんな可愛らしいフライパンが出てきましてね。朝食にね、目玉焼き作るにはちょうどいいのかなって思ったりもしたんですけども、この底に書いてあるマグカップの絵が絶妙に邪魔っていうことでね、20円の価値ですね。そしてこの農機具はね、面白いんで、1000円ぐらいかな。で、こちらのね、昔ながらの鉄のアイロン。これはなかなかね、面白いですよね。乾普及型アイロン。いい名前ですよね、これまたね。
これは完全にオブジェですけども、この箱と土台とセットで、780円かなとかね、勝手に値段つけて儲かった気分で仕事してましたよ。で、これがね、今回掃除していて、一番ちょっといいなと思ったものなんですけども、革のコートですね。触った感じ、これ、本物のレザーですね。で、冬多分ね、めっちゃ寒くなるんで、これ着て作業するとかなかなかいいんじゃないかなと思ってね、置いておくことにしましたよ。今時珍しいね、メイドインイングランドなんで、これは8000円かな。そんなアホなこと言いながらですね、反対側の棚もね、整理を始めていきます。で、早速こちらにね、こんないい感じのガラスがあったんで、これはどっかにはめて使えるかなって感じで、またさらに斧ですね。斧ばっかどんどん溜まっていきますよ。多分手元に斧8本ぐらいありますからね。で、こんな入れ物ですね。中身、恐る恐る開けたけど、空で本当に安心しました。これも謎の箱ですね。巻き入れれるかなって感じですね。で、ポリタンク。匂い嗅いだらね、安定の灯油でしたね。で、こちらは昔ながらの医療ケースですよね。案の定ね、服が大量に入ってました。亡くなった親族の衣類とか、なかなか処分できないんだろうなと想像はつきますけども、僕はね、他人なんで、思い切って捨てていきました。で、なんかね、こういったね、風呂敷っていうかな、いい感じの布が2枚ほど出てきましたんで、これは置いときました。結構ね、しっかりしたケースで使えそうですよね、これはね。こんな感じでね、ざーっと棚にあるものを出していきまして、大方ね、これで物は出し終えたって感じなんですけども、相変わらず下が本当に嫌ですよ。もう下が本当に嫌。なので適当にその辺であったもんで、とりあえずね、書き出せるだけ書き出していって、外へね、このもう木なのか土なのかよくわかんないものを出していってたんですけども、ふと時計を見たらですね、もうそろそろゴミセンターへ向けて出発しないと、受付時間であるね、4時に間に合わない可能性出てきたんですよね。なのでもう撮影もそこそこにもうひたすらバーっとね、荷物を積んでいきました。なんせね、片道40分かかるんで、もう何としてもね、時間までに間に合わせたい気持ちで一生懸命走ってきました。往復80分かけてゴミをね、無駄に持って行って持って帰ってきました。向こうに着いたのがね、4時3分でしてね、3分オーバーってことで追い返されました。いやいや、民間企業やったら3分ぐらいやったらさ、次から気をつけてくださいねってことでね、受け取ってくれますよってことをね、本当にね、喉元までその言葉は出かかってましたけども、よくよく考えたら僕税金対して払ってないんで、黙って帰ってきました。で、おまけに翌日ね、雨の予報だったんで、一応ね、ブルーシートかけて、粗大ゴミがね、水を吸っちゃうと、処分量がね、高くなる可能性があるんで、対処しておきました。で、翌日ね、無事にゴミは捨ててきたんですけども、そっからもうね、1週間ぐらいずーっとひたすら雨でね、倉庫の中なんでね、別に雨でも作業できないことはないんですけども、雨やしね、っていうことでね、堂々とサボってました。ということでね、今回も最後までご覧いただきまして、本当にね、感謝ですよ。次こそね、本当にね、物置の掃除、最後にしますんで、ぜひね、お付き合いいただければなと思いますよ。本当にね、暑くなってきましたので、ご覧になっている皆様も、熱中症にはくれぐれもね、気をつけて、水分をしっかりとって、夏をね、乗り切っていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。